これから漢字の勉強をします。私の漢字の教え方です。例えばこういう入れ物があります。この入れ物はここの大きさとここの大きさが同じなので、これは合う。これで合います。これは蓋です。これは入れ物です。これが同じ形で分かりますか？だからこれはこれとこれで合うっていう感じになります。もちろんこれは合いません。次に、例えば昔は本の代わりにこういう竹に字を書いていました。こういうふうに字を書いて、でこちらの人が質問をこれに書いてくると、僕はこの質問を同じ質問をここに書いて渡すんです。だから書いて渡すとき、これは竹で相手が書いてきたこと、これの質問に対して答えを返す。だから答えっていう漢字も竹で質問とクエスチョンとアンサーが合ってる形だ。これが答え。と、皆さんは漢字を見ただけでなんとなくイメージができると思います。イメージで漢字を教えるのが私どもの特徴です。例えばこれは本です。本で、多分いろいろな国の学生は勉強するときに、日本語では本は1冊、2つあれば2冊、3つあれば3冊と、こういうふうにいっぱい1冊2冊3冊を書かなきゃいけないんで、とっても大変だと思うと思います。これが昔の本です。で、昔の本はこういうところに書いたので、最初の漢字はこういう感じでした。でもだんだん面倒くさくなってこういうふうに書いたんです。だからこれはこの形を書いてるだけです。わかります？だから一冊の本、これは一つのまとまりだから、これで一冊で、これで2冊3冊のように書いていきました。漢字の冊はここから来ています。これが食べるっていう漢字です。この漢字から何をイメージするか。まず一番上はこれは蓋でした。蓋があって、蓋の次ここのところは古式、こういう入れ物でした。下に台があるんです。で、この台があって、でこれが今は一つになって、こういう食べるという感じになってます。皆さん、私どもの新宿日本語学校はいろいろなところで特徴のある学校です。一つは文法を目で見えるようにしていることです。もう一つは漢字を楽しく勉強できるようにしています。さらにもう一つ新しい考え方では、このように例えばひらがなとカタカナを一緒に教えています。ここに携帯
このスマホを当てると、例えばこういうのが出てきます。これで同じ漢字からひらがなとカタカナができているっていうことがわかるかと思います。いろいろと面白いものを用意しているので、一緒に楽しく日本語が勉強できるようになったらいいと思います。皆さん頑張ってください。日本でお会いしましょう。